大きく見ると伊勢と熊野の境界なんですよ。その中の挿絵と全く一緒の景色なんです。清流層の方にね降りていく道発見したのはね、これはめちゃくちゃお手柄だと思いますね。発見したっていうか、まああったんですけどね。いやこれはねすごいですよ。ちょっとね言葉が出ないですよねやっぱりね。テンション上がってますね。そうですよね。一番変化があって楽しめるのが伊勢路だったなって今振り返ると思います。目的地に着くことが目的ではない旅なんですよね。その旅の途中に自分の身を置くことが目的の旅なんですよね。4つ目の動画は三木里から、新宮までですね、熊野早玉大社まで行く、区間になります。ここもねしんどかったと思いますよ。前半がね峠越えが延々と続いて、後半は後半でねこの砂浜を延々と歩くんでね、それはそれでまた大変じゃないかなと思いますけど。精神的に疲れる区間でしたね、ここは。全然景色が変わらなくて。三木里からしばらくは峠がもう細かな峠がいっぱいあって、それはそれで結構しんどかったですね。登って降りてがね、延々と続きますからね。この辺がなんか一番伊勢路っぽい感じがしましたけど。ああ、なるほど。海。海が、峠から海が見えるし、峠を越えて町があって、また峠越えて町があってみたいな感じで。それが多分ね、伊勢路のいいところですよね。集落でね、しっかり休憩が取れて、結構お宿もね、各集落ごとにありますしね。お宿に泊まってまた歩いてってこともできますから、悪くないですね、この区間はね。で、今度は三木峠の登り道ですよね。ここもいい峠からの景色がすごくいいですね。ここなんかはね、地元の方のご夫婦が見つけて、ずっと草刈りなんかをしながら道を再発見していったんですね。で、その後もずっとご夫婦で管理とかもされてね、今こうやって歩けるようになったのはそのおかげなんですよね。あそこですね、飛鳥神社まで来ましたよね。ここね、江戸時代港なんですよ。内海を船で渡ること、三木里からここまで船で渡れたんです、当時。で、ここまで渡って、で、ここで船を降りて、飛鳥神社に参拝して、これから曽根次郎太郎坂にかかっていくっていうね、そういう神社なんですね。三木峠とかは越えずに船で回ってきた。船で回ることが多かったですね。ここはね、内海なんで船に乗ってもいいよってことが当時のガイドブックに書かれてますね。そんな波が荒くないからってことですね。ここもね、曽根次郎坂、太郎坂、さっきちょっと解説書いてもらってましたけど、次郎太郎って言い方変じゃないですか。次郎多領がなまったものじゃないかってことなんかが言われてるんですね。自分の領地、他人の領地ですね。で、その、境界がここにある。これね、大きく見ると、伊勢と熊野の境界なんですよ。さっき焼山のところは熊野の入り口、熊野三山を守っている三方荒神って話しましたけど、この辺りはね、こういうような境界にまつわる地名っていうのがたくさんあったりするんですね。だからこの辺りでどうも伊勢と熊野の境目があるみたいなことをどうも当時の人々は思っていたのではないかっていう思うんですね。基本的にね、峠ってところにはね、お地蔵さんとそれと茶店がセットであるんですよ。で、理由はね、お地蔵さんは精神的な安寧をもたらしてくれるものですよ。安らぎをもたらしてくれるものですよね。で、茶店は身体的な安らぎをもたらしてくれるものなんですね。で、峠っていうのは人が思わず生理的に立ち止まってしまうところなので、そういう場所に精神的、あるいはその肉体的にサポートしてくれるものが両方ある。これが伊勢路の一つの特徴ですね。これね、江戸時代にね、下り坂を子供がね、わーっと走って、そのまま前のめりになってゴーンってこけて、で亡くなっちゃうっていう話が残ってるんですよ。だから下り坂をね、決して走っちゃダメなんですよ。だから結構ね、このことって本当に教訓としてね、知っとく方がいいですよ。特に下り坂、雨で濡れてたりとかしたらめっちゃ滑りますから。それは分かった。で、ここもね、狼坂って呼んでるところも、2つの神が出会う、実際には狼後付けだと思うんですけど、だから伊勢と熊野の神様がここで出会うんだなんてことを言うわけですけどね。やっぱりそういうような教会的な伝承がこの辺りたくさんあるんですよ。
西行松に上がっていくとこですね。上がってきましたね。ここの左手に、ここにね、昔松が生えてたんですよ。それ、ね、探したんですけど。今、松ない、今松ないですね。増えたらいいんですけどね。これは鎌倉って言われてるのは、諸説あるにしといてください。鎌倉は怪しいと私は思ってますけども。なんで鎌倉っていう言説が行われるようになったのか、ちょっと僕もよくわかんないんですよね。で、ここから秦洲のね、街中へ一気に下っていきますよね。ここに徐福が流れ着いたのは本当なんですか？本当ではないと思います。本当ではないの何が正しいのかよくわからないけど。歴史的にどうかと言われると苦しいと思いますね。この徐福が漂着したっていう伝承はこの紀伊半島あちこちにあるんですよ。そうなんですか。で、もともとね、その根底にあるのは、恵比寿信仰というものなんですね。恵比寿っていうのは、これは、沖の方から流れ着く神様なんですよ。で、例えばクジラなんか想像すると分かりやすいんですけど、クジラって一頭その浜に流れ着いたらそれだけで村中が食べていけるんですね。めちゃくちゃこう豊かにしてくれる。これが恵比寿の神なんですね。そういう沖から何かいいものが寄ってくる。それに対する信仰というのがもともとそこにあって、で、その徐福の伝承というのは当時の人たちは知ってるわけですよ。ほんならこの寄りついてくるのは、これは徐福がここに流れ着いてきたに違いない。そういう伝承が出来上がるんですね。で、この辺りっていうのは徐福信仰がたくさん残っているのは、もともとのその恵比寿信仰みたいな、海の遥か先に素晴らしい世界があるっていう信仰ですね。そういうものと密接に関わってますね。で、大吹峠までやってきて、で観音道の方に行くんですけど、はいはいはい。これは、そのまま降りることもあるし、観音道の方に行くこともできるんですけど、どっちがメインルートであった？メインルートはね、まっすぐ降りる方です。まっすぐ降りる方に。ただここからね、観音さんの方に抜けていく道があるってことは当時のガイドブックにも書かれていて、でおそらく今歩いておられるこの道ですね、この道が多分正解、その観音さんの方に抜けていく道としては正解だろうって私は考えてるんですね。で、いいとこ来ましたね。ここですよ。不思議見浜。いや、いいですね。ここから眺めるこの景色。この景色が今から150年前に描かれた西国33所名所図会っていう本があるんですね。その中の挿絵と全く一緒の景色なんです。それがね、ここからの景色全く一緒なんですよ。なのでおそらく、ここから見た人が絵の主体ぐらいは描いてるんじゃないんかなと私は思ってるんですけどね。これが鬼ヶ城があって松本峠があって七里見浜があってね。本当にそのままの景色。これでも天気のいい時でよかったですね。そうですね。これはいい景色ですよ、ここは。実に素晴らしい。で、清水寺に来たわけですね。よかったですね、観音道ね。ここお寺の跡なんですよ。で、お寺なんだけど、もともとは岩倉の信仰なんですよ。これ岩倉ですね。この岩に対する信仰、この岩と岩の間が、これが聖地なんですね。で、こういうような岩と岩の間の裂け目っていうのを、これは女性のシンボルだって考えたりするんですけど、こういうところから例えば水が流れてるとかっていうと、これは豊穣のシンボルになったりするんですね。多分そういうふうなものがもともとのここの信仰の原始的な形としてあって、それが観音信仰と結びついていくような格好ですね。で、ここは実は坂の上の田村麻呂が建立したっていう、そういう伝承があるんです。で、坂の上の田村麻呂っていうのは京都の清水寺を作った人なんですよ。なのでしかも江戸時代は坂の上の田村麻呂は人は将軍ですから人気がある人なんですね。で、京都の清水寺は西国33所巡礼のハイライトの一つなんで、ここにやってきた人は、なんとこんなところに京都の清水寺とゆかりのあるお寺があるんだ。これはぜひお参りしたいなって、こう思うわけですよ。そういうように当時この清水寺はなっていたってことですね。そう思って当時お寺を整備してるんですね。だからここに33所の観音像。このね、観音像はね、実は新しいんですよ。これ昭和なんですね。そんな新しいんですか？これはね、昭和3年かな。昭和天皇のご大礼の記念っていうので当時の信仰してた人たちが寄進なさったものなんですね。こ
苔の上歩きにくかったでしょ。いやでもねこれそんな滑ることはなかったんですけど、それは良かったですね。なんかやっぱ人が通ってないからこう苔が生えたまんまになってるのかなっていう。もうその通りなんですね。全然人が通った気配がなかったですね、ここは。もっとね人来たらいいなと思いますけど、ここの道はねいいですよ、本当に。良かったですね。大寒獅子垣道って言って大吹峠からね、こっち回ってくる道はおすすめですね。鬼ヶ城が熊野三景道とは直接は被ってないじゃないですか。はいはいはい。だけどこれがなんか世界遺産になってるのはなぜかっていう疑問があるんですけど、これねもともと江戸時代のガイドブックにちゃんと鬼ヶ城の話が出てくるんですね。で鬼ヶ城があってここは見どころだって書いてあるんですけど、なんでかっていうとね、この鬼ヶ城ってその名の通り鬼の住処っていう伝承があるんですよ。でさっき坂の上の田村麻呂の話をしましたけど、坂の上の田村麻呂はここに住み着いた鬼を打ち果たすっていう伝承があるんですね。でその打ち果たした後何か素晴らしい場所っていうのが向こうの方にあって、そこに先ほどの清水寺を作ったっていうような、そういうような伝承が出来上がってるんですね。そうするとこの鬼ヶ城も実は西国33所巡礼坂の上の田村麻呂ゆかりの名所ということになる。でそこのところに当時の巡礼者も、見物に来ていた、立ち寄っていたっていうことで、ここが大きなその熊野三景道としての世界遺産の中の一部になったってことなんですね。みんな基本的には寄ってたって感じですか？みんな寄ってるかと言われるとそこまで寄ってないと思います。当時はね、こっちの大泊の方からは入れなくって、熊野市、この松本峠向こう側、から船で来るんですよ、これ。船でないと来れなかったんです。確かにこの道自体が最近できた道なんですね。これはね、昭和の初めに作った道とかですよ。これね、昭和の初めにカンカンと打ち替えて作ってる道なんです。昔だから何もなかったから海から見るしかなかったと。そうです、そうです。海から見に来るんですね。ここは吉野熊野国立公園ですからね。吉野熊野国立公園はこれ戦前にできるんですよ。で、その時にこういうふうな場所も整備していくんですね。七里御浜があって新宮まで見えますよね。ついに新宮が見えるんですよね、ここまで来るとね。これが伊勢路最後の峠ですね。この峠を越えるとこの向こうにもう坂道とか峠越えはないですからね。最後の峠越えはテンション上がりますよね。松本峠はね、かなり石畳が綺麗で人気がある峠ですよね、これ。これ。そうですね。それがこの厚み、これがすごいなと思ったんですけど、これ他の石段もこんなに厚くしてるんですか？これね、ここはちょっと特徴があって、こんなに普通は厚くしないんですよ。この松本峠の最初の登り道って谷筋を登っていくんですよ。で谷筋っていうのは崩れやすいんで、もう谷ですよね。そうですね。でそれで崩れないようにこれだけ分厚く石垣のように積んでいるってことですね。どちらかというとね、古い道は谷筋じゃなくて尾根筋を通ります。熊野三景道の他の峠越えもね、結構尾根筋を通ってるのが多いと思いますね。でこの東屋来てますけど、ここからね景色が、今峠からはあんま景色ないんですけど、東屋まで来ると七里御浜の絶景が見れますね。いいですね。いやー、いいですよね。素晴らしい素晴らしい。ついにここまで来たって感じですよね。テンションが上がってきていや、ついにここまで来たって感じですよね。この鬼ヶ城っていう城は本当にここにあったんですか？鬼ヶ城っていう城はこの山の上にね、あるんですね。中世の城館ですね。こういうね、山の切り立った先端とか、こういうところに廓を設けるんですね。さあ降りてきましたね。ついに木之本の町いやー、素晴らしい。ここから地獄の海沿いを歩くというそうですね。海沿いを歩くのがね、ちょっとね単調なんでね、しんどいかもしれないですよね。これ歩くんしんどいですよね。砂利浜は本当にしんどいですよね。砂利浜やったらまだアスファルトの方がマシじゃないですか。アスファルトの方がマシ。花の祝いがなんか日本最古って書いてあるんですね。こ
このここはね、で何をもって日本最古と言うんだろう。おそらくね、ここ花の岩屋は今イザナミの御事のお墓だというような言説があって、でそれでおそらく日本最古というふうに言ってるんだろうというふうには思いますけどね。日本最古がどうこうっていうんじゃなくて、この巨岩ですよね、岩壁、その岩壁に対する、岩に対する巨石信仰ですよね。それ結構この熊野って多いんですよ。この花の岩屋なんかは非常にそれが顕著だと思いますね。こういう巨大な岩とか、あるいは巨大な巨木ですよね、木ですよね。あるいは川とか、こういったもの、海もそうですね、そういったものに対する信仰っていうのが、いわゆる古代神道と呼ばれるような、もともとのその自然に対する崇拝ですよね。そういったものの形というのを今に留めているって思うと分かりやすいですね。でここはね、上からこう綱が渡ってるじゃないですか。で綱からいろいろぶら下げられてますよね。これ1年に2回お綱掛け神事、今書いて持ってますね。お綱掛け神事っていうのが行われてるんですけども、この岩の上から浜の方に向かって縄を張るんですよ。でね、実は江戸時代は今見ているこの場所がね、この花の岩屋の入り口なんですね。でそこからこの綱の下をくぐって、で、熊野へと入っていくんですけど、これね、入り口のところに結界を張るっていう習俗がね、今でも残ってるんですよ。伊賀とかね、今の滋賀県とか、あの辺にちょこっと残ってて、環状縄っていうんですけどね、そこから先に、悪いものを入れないっていう、そういう信仰なんですね。四角いやつはね、これ、バンっていうね、お寺の柱とかにぶら下げる飾り物なんかを綱でロープで表してるんですけど、そういうようなものなんかを釣って、この先に悪いものが入ってこないように。ということは、つまりここがまさしく熊野の入り口ってことになるんですね。で、この先は熊野の世界っていう、そういうふうな場所がここだってことですね。で、この綱の下をくぐると、いよいよ熊野へと入っていくわけですよ。ここが熊野の入り口ですね。さっき焼き山があったじゃないですか。曽根次郎太郎もありましたよね。ああやって大神坂もあって、熊野と伊勢と熊野の境界がずっとあって、でいよいよここから熊野の世界が始まるみたいな、そんな感じですよね。ここは感慨深い場所ですよね。本当に感慨深い場所。ここで、本宮道と浜街道に分かれると。最初の頃に、浜街道行くのがメインルートって言います、江戸時代は浜街道行くのがメインルートですね。で本宮の方に行く人もいますけど多くはない。もうちょっと分かりやすくしてほしいですね。こっちが本宮道ですよって。あんまりその本宮道を通しで歩くっていうのに対しては情報がちょっとあんまり出てないですね。ここ右と左で、右に行くと本宮で左に行くと新宮なんですけどね。その道標がちゃんと残っている。これは江戸時代の19世紀1800年代の道標ですね。堤防の上に出られましたね。左にずっと七里見浜が続いている。景色単調じゃないですか。なのでね、江戸時代の人もやっぱ飽きてくるんですよ。で、当時の人たちはね、この景色をちょっと解釈を与えるんですね。どういう景色だっていうふうに言うかっていうと、ここにね、中国の船が漂着したなんてことをいろいろ書くんですよ。で、ここの海の向こうは遥か別世界とつながっているってことをたくさんね、当時のガイドブックに書くんですね。だから海の景色は単なる海の景色じゃなくて、異国とつながっている海なんだ。異国情緒を感じさせる海ってことですよね。そういうようなことを当時のガイドブックは書きますね。だからここある時に疲れたなと思ったら、この遥か向こうにはアメリカがあると思うとね、いいと思うんですけどね。今やったらアメリカですよね。不堕落とかいとこも同じですか？全く一緒の発想ですね。海の遥か彼方に観音浄土があるっていうのを考えるわけですね。でその観音浄土に向けて船出をするのが不堕落都会っていう、そういう信仰の形になるわけですね。中国も向こうにあると思われてた？中国は実際には向こう地理的には違うじゃないですか。でも中国船が流れ着いたのは間違いないんで、この海そのものが異世界とつながっているっていう、そういう感覚ですよね。僕は全然関係ないですけど、アメリカ行った時ロサンゼルスの
ロサンゼルスですよね。で、例の海のところ行きましてね。あそこに行って、この遥か向こうに熊野があるんだっていうね、話が感慨深く思ったことがありますけどね。それは間違いではない。これが最後の道標ですね。あと2キロ。あと2キロですよ。いや、素晴らしい。いや、本当に素晴らしい。どうでしたこの橋渡るとき、気持ちとして。これはね、もうゴールが目前じゃないですか。なんか感動っていうよりは、ようやく終わるみたいな感じでしたね。そうか、ようやく終わるなんだ。僕、ここの橋越えた時は結構グッときましたよ、やっぱり。だいぶグッときましたね。ついに熊野早玉大社到着、おめでとうございます。素晴らしい。はい、最終回の第5回は、この前通った花の岩屋から熊野本宮までの本宮道を歩きました。本宮道はね、意外と当時も歩いてた人結構少なくって、今も意外と少ないですね。そうですね、なんか全然こう道標とかもなくて、どこが本宮道なのかってよく分からなかったですね、初めのうちは。こっから先はもうなんか止まる場所がもう1箇所しかなくて、で途中でなんか車を置いてどうこうすることができないんで、もう完全にそこに止まって本宮まで歩くしかないって感じですね。バスとかもほとんどないですよね、ここ。バスもほとんどないですね。でも逆に今、本宮道をね、全部歩いた人の記録っていうのはかなり重要だと思いますね。こうすると歩けるっていうのではね。清流層までは歩き切らないといけないんですよ。そうなんですよね。それが結構大変ですね。大変ですよね。それ大変ですよね。清流層で泊まって次の日に、本宮までっていうのも実はかなり距離があって大変だと思うんですけどね。産田神社。産田神社ですね。花の岩屋がそのイザナミのお墓じゃないかっていうふうな話もありますけれども、産田神社じゃないかっていうふうな説もあったりとか、いずれにしても古い古刹ですよね、本当にこれでやってるんだろうかってこの辺り不安になりますよね。そう全然ね、何も道標がなくて。そうですよね。もう横垣まで来たんですね。ここが最初の本格的な峠越えかなと思いますけど、本宮道で。途中でね、こういう石で囲まれたお地蔵さんとかね、何か所かあったりするんですけど、この辺りってこういう石垣とかね、石積みで家を囲んだり、ああいう雁、仏様を納める雁ですね、ものを作ったりっていうのが結構盛んに行われる地域ですね。そう、ここら辺はね、流紋岩で敷設されとるんですけど、基本的に紀伊半島って火山活動によって形成されている地質なので、こういうような流紋岩みたいなのがあったりするっていうことなんですよね。で、地形が激しくって、さっきのああいうような巨大な岩壁ですよね。ああいったものも基本的には火山由来のものですよね。もう下まで降りてきましたね。ここの集落、綺麗な集落なんですよね。灯籠古いですよ。江戸時代の灯籠ですよ。ここの風伝峠もそんなに険しい道ではないんですけど、こういう古い道がそこそこ残ってますね。それがこう現代の道によって何箇所かこうね寸断されてたりはするんですけど、これ峠まで上がってきましたね。ここのね茶店すごいですよ。風伝茶屋はね最後まで茶店として残るんですよ。で最後の最後まで残って今オーナーさんが変わったのかな。それでも今でもねこうやって茶店として営業なさっているんで、峠の茶屋っていうのの最後の生き残りここですね。伊勢神の中でってことですか？伊勢神の中で最後の峠の茶屋がこれですね。全体熊野山系道全体で見てもないですよね。茶屋が残ってるのって。峠はないです。ないですよね。もうこれしか残ってない。これが残ってるのは近くに車道が通ってるからって感じですか？峠のね場所そのものが車道になるんですよ。で、道はね付け替えるんですけど、ここが車道として峠で残って、またこの後下っていくんですね、バスとかが。で、バスとか当時ここで止まって休憩してまた下っていくんで、で、茶店が残るんですよ。で、一番最後はね、なんかスナックみたいな感じで残してはりましたね、営業してはりましたね。ベルがね。
この峠から熊野市に入る。そうですそうです。峠のところでね、美浜町から熊野市に変わりますね。で今回は、通り峠を通って丸山千枚田の方に寄っていく。いいですね。千枚田に寄るのは別になんかよく通られたルートではない。全然行かないです、ね。全然行かないです。もうまっすぐ行っちゃいますけど、まあこの辺りの一番の名所といえば多分現代のね、現代の名所といえば丸山千枚田なんで、まあ立ち寄られるのはすごくいいとは思いますね。やっぱりあれだけの見事な千枚田ってあんまないんで、棚田ってね。だから一応ここの道も北山道っていう街道なんですよ。その街道筋の一つの峠が、まあ、通り峠っていう峠で、まあ、そこを越えて千枚田の方行くんですけど、ここは伊勢から熊野へ向かう巡礼路沿いではないんですね。外れてるんですね。だからこの峠道自体は世界遺産にはなっていない。そういうところですね。あ、見えてきましたね。これ展望所ですね。あ、素晴らしい。よくこんなところに田んぼを作ろうと思ったなって感じですね。すごいですよね、本当に。昔はあそこに泊まるところがあったんですね。あ、そうですよね。千枚田荘っていうのがあったんですけどね、今泊まれなくなっちゃったんで、残念ですよね。で、ここから清流荘の方に降りていく。いや、このね、清流荘の方にね、降りていく道発見したのはね、これはめちゃくちゃお手柄だと思いますね。発見したっていうか、まああったんですけどね。いや、これはね、すごいですよ。いや、この道ね、いい道って僕もずっと思っていて、清流荘で泊まろうと思ったら、ここ降りてくるのが一番いいんですよ。で、さっき丸山千枚田の方回ってらっしゃいましたけど、丸山千枚田を回らなければ、熊野市からね、例えば熊野市の駅とかね、周辺ホテルから、この清流荘まで、それほど無理なく歩けるんですよ。だから、清流荘、今これ4時ぐらいに着いて見えますよね。なので、朝8時ぐらいに出発したら、夕方には清流荘に着けるので、いい道を探していただいたなと思って、僕はめっちゃ嬉しいですね。私、地図上でしか確認してないです。今の区間。なんか、丸山千枚田を通るんだけど、25キロもないと思うんですね。で、まあ、10時間もかかんない。多分8時間とかそのぐらいで行けるんじゃないかと思います。それぐらいだと意外と歩けるので、普通の人でも。これ結構ね、歩き慣れてる人でないと歩けない距離感、時間感なんで。で、これが最終日ですね。ここから本宮の方に向かいます。これでも結構距離なかったですか？どっちかというと1日目の方が、その前の日の方がしんどかった記憶ありますけど、こっちはなんかまあ、途中でなんか平地に合流するじゃないですか。はい、あそこからがもうすごいスムーズだったんで、あまりこう、しんどかったっていう記憶はないですね。いいですね。清流荘分岐っていうこの看板欲しいですね。あ、そうですね。何もないですよ、ここ。だから、清流荘で合ってんのかなみたいな感じですね。清流荘分岐いいですね。これ明理小学校ですか？その小学校があったってことは、あの辺に人が住んでたってことですね。住んでますね、この辺はね。そんな人が住んでそうな、あれが、なんか人家の跡とかなかったですけど。結構この辺住んでるんですよ、もともとは。もちろんもうちょっと先には鉱山もありますしね。ああ、鉱山ありましたね。ここら辺はね、道沿いに古い道が出たり入ったりして残ってますね。一個一個のね、道自体は距離が短いんですけど、ちょっと石畳が残ってたり、階段が残ってたり、お地蔵さんがあったり、供養塔があったり、なんかそういうので、見どころは結構豊富ですね。なので、古い道に上がって降りて、上がって降りて、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、僕はそっちの方行く方をおすすめしますね。あ、熊野川まで来ましたね。おーいやー、ここまで三重県なんですよ。で、今ここら辺で和歌山入りますよ。手前の橋脚は三重県で、奥の橋脚は和歌山県なんですよ。ああ、だから境になってる。境になってます。これから最後の峠へと向かっていきますね。最後の峠、万瀬峠ですよね。この道結構悪いですよね、ここはね。そうですね。細いし、あんまり整備もされてなくて。分かりづらい。まあ、入り口側はそもそも分かりづらかったです。そうですよね。一辺上人の六時明後碑ね、ここ、
これですね。これがね、6時明号比。割れたやつを後世で岩の中にもう一回はめ込んであるんですけどね。これ後からこうはめたんですか？そうそう、後からはめたんです。これ割れたやつですよ。もともとだからこの中だけだったって。そういうことです、そういうことです。実際これが鎌倉のもんなんかって言われるとちょっといろいろ議論もあるみたいなんですけど、いずれにしてもその一辺上人っていうのがこの熊野本宮でね悟りを開いて、悟りを開くんでいいんかな、熊野権現からのお告げを受けて自主を開くっていうのはこれ一辺上人絵伝なんかでも語られてることなんですね。でこの周辺にはその一辺上人ゆかりとされるようなこういったものがいろいろ残されているってことですね。遊行寺のあれですよね、自主って。そうです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 。あちこちで修行して、でこの人は踊り念仏って言ってますけど、南無阿弥陀仏と唱えれば衆生が救われるということを考えるんですね。でただ物語がありましてね、この人南無阿弥陀仏って書いたお札をずっと配って回っていこうとするんですよ。ところが受け取ってくれない人も中にはいるんですね。で受け取っても粗末にする人もいるわけじゃないですか。でそういった時に一体どのようにしてお札を配ったらいいんだろうってことで悩むわけですよ。で一遍上人この熊野本宮にこもりに来るんですね。でこもるっていうのはその熊野本宮のその社殿の前で夜寝ずにずーっとねお祈りしたまんまこう寝ないんですよ。でずっとぼーっとしてきますよね、夜寝ないと。そうするとその夢うつつの中で熊野権現からのお告げを聞くんですね。でそれでいわゆる真不真を問わず、上不上をいとわずかなっていう言葉をもらうんですね。信じていると信じていない人、清らかな人、清らかではない人、それらを分け隔て区別することなく全ての人にお札を配りなさいっていうその熊野権現の言葉をもらって、一遍はそこで全ての人に対してお札を配ろうという、そういうような、思いを持つことになるんですね。で自主を開くことになるんですね。だから熊野権現、熊野本宮、熊野三山とこの自主というのはすごく深い関係がある。国宝の一辺上人絵伝の中にもこの熊野三山、熊野本宮が出てきますね。来ましたね。これはちょっとね感動しますね、ここは。ようやく最後の峠だ。万歳は本当に万歳。いや、これ万歳の意味ではないですね。幾とせって意味なんで、いつまでも永遠のっていう意味の万歳ですから、いわゆる万歳ってやってるのは、それは例えば皇帝陛下万歳ですよね。皇帝陛下が幾年までも延命長寿の意味ですからね。それと違うんですけどね。ただ今の我々にとっては万歳って喜びの峠ですよね。スペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路っていうのがありますけど、あれもね一番最後の丘のことをね歓喜の丘っていうんですね。喜びの丘。やっぱりそういう喜びますよね、最後のね、ところまでやってくると。受けが下ってきましたね。ここまで来るともう着いたって感じですよね。もう湯の原ですね。濡れわらじの入道してるじゃないですか。どういうこと？ちゃんとね、当時この大湯の原って島なんですよ。で橋かかってないんで中州ですよね。だから水に濡れないと中に入れないんですよ。それを濡れわらじ、わらじが濡れる入道っていうふうに言ってるんですね。これ平安時代からずっとそう言ってますね。これ濡らさず入っちゃってますけど。だから少なくとも橋渡ってちゃんと大湯の原入ってるんで大正解です。それはいいですね。いいですいいです。いやー、熊野本宮まで来ましたね。もう伊勢から出発してから9日間かかりますね、ここ。1回新宮行ってますけど。いやー、素晴らしい。全部で258キロ、89時間。いやー、お一人で歩かれたっていうのは本当に素晴らしいと思います。はい、ということで、5回分の動画、伊勢路の動画を見て、伊藤さんにいろいろ解説をしていただきました。どうですか、5回分全部見て感想としては。いや
もちろんね、歴史のこととかね、場所場所についてのゆかりの話っていうのは、もちろん私は、解説はできるんですけど、実際に伊勢から熊野までこのように一人で、歩いて旅をされるっていう、やっぱそこのね、感動っていうのはまた全然それは別物ですよね。その歴史とか、そういうふうな、文化がどうだとかっていうもの以上の何かこうね、強い強い感動っていうのが本当はあって、僕は自分自身も一回歩いてますから、その時を思い出して、一番最後なんかそうですよね、熊野本宮行く手前なんかやっぱり、ちょっとね、言葉が出ないですよね、やっぱりね。テンション上がってますよね。そうですよね。そういうもんですよね。巡礼旅っていうのはそういうもんかなって気がしますね。これを見てる方は、熊野古道とか参詣道をあんまり歩いたことない人も多いと思うんですけど、その辺の、参詣道の巡礼旅の魅力とか、そういうのはどういうところにあるんでしょうか。巡礼旅ってね、山登りとはだいぶ違うような気はするんですね。で、聖地に向かって歩いていく旅なわけなんですけど、その聖地に向かって歩いていく時っていうのは結構孤独だったり、結構しんどかったり、結構肉体的にしんどかったりするんですよ。で、そういう時に、例えば、沿道で美味しい食事屋さんに入って少しお話ができるとか、なんかしんどい時になんか旅の仲間ができるとか、あるいは宿でもてなしてもらえるとか、そういう様々な出会いとかっていうふうなものが自分自身の旅を支えてくれたりするんですよね。それは肉体的に支えてくれるのもあれば、精神的に支えてくれる両方の面があると思うんですけど、その様々な苦労の果てに、その聖地へとたどり着くっていう、そこでこう、すべてが報われるような感じがするんですよね。そこに多分巡礼旅の魅力というのはあって、多分ね、巡礼旅が終わった時には達成感じゃないんだろうというふうに私は思ってるんですよ。歩き切ったぜっていう達成感じゃなくて、歩き旅が終わってしまったという寂しさの方が実は立つんかなっていうふうに私はしてるんですね。その旅の中に身を置いて、その自分自身との対話を繰り返すような旅ですよね。それが実は僕はこの巡礼旅の魅力ではないのかっていうふうには思ってますね。なるほどね。その意味では実際どうでした？伊勢路を歩かれて。そうですね。達成感はとりあえずありましたね。そうですよね。さっき言ったように250キロぐらいで9日間かけて歩いて、ようやく終わった、やりきったっていう感じはしましたけど、そうですね。なんか普通の山道を歩くのとはまた違った感情もありましたね。それがちょっとあんま何かっていうのを言葉にしづらいところはあるんですけど、熊野参詣道とか熊野古道って伊勢路以外にもいっぱいあるじゃないですか。はい、だから伊勢路は終わっちゃったっていう寂しさはあるんですけど、じゃあ次は例えばこの後は紀伊路行ったんですけど、じゃあ次紀伊路歩こうっつってまた似たような体験をして、次大辺路歩こうみたいな感じでどんどん終わりなく続いていくんで、寂しさみたいなよりはじゃあ次これ行こうみたいな、次に向かってちょっと新たな目標を決めるみたいな感じでしたね。でもそれは結構いい巡礼旅をずっとしてるのかもしれないですよね。巡礼旅って一つの旅が終わると、また次の巡礼旅に行きたくなるもんなんですよ。だから一つ伊勢路の旅が終わったら次は紀伊路を歩いてみよう、次は大辺路歩いてみよう、次は小辺路歩いてみようってね、その先に目的地はね熊野三山で全部一緒なんですけどね、そこまでの道のりが全部違うっていう、だから多分なんですけどこういう巡礼旅の良さっていうのは目的地に着くことが目的ではない旅なんですよね。その旅の途中に自分の身を置くことが目的の旅なんですよね。これはね今の現代の旅とだいぶ違うところですよね。今の現代の旅はどうしてもちょっとでも早くね目的地に着いて、で目的地を見て回って美味しいご飯食べてちょっとでも早く出発地に帰るっていうことになってますけど、そうじゃなくて目的地に着く何回でもいいんですよね、それ行くのはね。でもそこまでの工程童貞、そこのその様々な出会いとかそういったものを楽しんでいく、これが多分巡礼旅の醍醐味かなって気は僕はしますね。今回伊勢路は5回に分けて1泊とかずつ歩いてたんですけど、やっぱ通しで歩くのはまたちょっと違いますよね。だいぶ違うと思いますね。
2泊3日とかね、うんできるだけ長い距離、泊付きで歩く方が本当はいいとは思うんですけど、長い距離を、まあ言ったら泊まりながら歩いていくと、ちょっとずつね、地図の上でも自分の位置が動いていくのがね、で、時々振り返るんですよ、旅をしていると。で、はるか出発地の椅子なんかを振り返ったら、随分遠くまで来たなとかね、そういうことを思い始めると、本当に自分が歩いてきたっていうことがこうしみじみ大切に思われてきたりしますよね。そうだから次伊勢路歩くときはもうちょっと同士で歩いてみようかなっていう気もしてますけどよかったらぜひよかったらぜひ、もう一回チャレンジを。っていうのはちょっと言えないですけど、また機会があれば。そうですね、実際にはお宿もありますし、まあ、あらかじめ事前にその食事ね、一回レストラン困ったって話もあったので、ここでご飯食べるっていうことなんかは決めといていただくと、あんまりそこら辺の苦労もなく、ちゃんと行けるので。一回歩くと大体土地勘みたいなのが分かるんで、そうですよね。まあ、ここで次は泊まってとか、まあ、今回ちょっとしんどい区間とかもあったんで、そこはちょっと分けてとか、いろいろ考えられるんで。まあでも初めてはちょっと難しいですね、そこ。そうですよね。やっぱりそれは先立ちは欲しいですよね。先立ち欲しいですよね。距離とかだけで決めるのもちょっとね、難しいですからね。そうですよね。アップダウンがありますからね、どうしても伊勢路の場合はね。だから私、まあ全部、まあほぼ全部歩いたんですね。中辺地、小辺地、伊勢路、紀伊路、大辺地と全部歩いたんですけど、一番良かったのはやっぱ伊勢路かなと思うんです。あ、本当ですか。まあ、他は他でまああるんですけど、やっぱ海と山が両方楽しめて、まあもう町もなんかそれなりにこう拠点となる町がいくつかあって、まあそこの町でまあいろいろ食べ物が美味しかったりとか、まあその町の特徴だったりとかって、まあいろいろ変化が多いんですね。他はなんかまあ山の中ばっかりとか、なんか町ばっかりとか、あんまり峠がなかったりとか、なんかまあそういうので一番変化があって楽しめるのが伊勢路だったなって今振り返ると思いますね。ああ、それはでもそうかもしれませんね。伊勢路ってスタートが伊勢神宮じゃないですか。でゴールが熊野三山ですよね。でその途中で歩いていく道の環境が次々と変わっていくんですよ。一番最初伊勢神宮の周りは伊勢平野ですよね。で伊勢平野でどちらかっていうと東海地方の文化圏ですよね、今で言うと。先ほどとんかつ食べてた時に味噌カツだったじゃないですか。あれ分かりやすくって、この辺りだったらその東海地方の人たちは味噌カツを食べるんですよ。で江戸時代の人もここに来ると汁が合わせ味噌じゃなくて赤味噌に変わったって、書いてるんですね。だから当時からそうなんですよ。そういうようなとんかつとか、あと伊勢平野は米がよく取れますから、その米の飯があってっていうようなところからスタートして、でちょっと山に入っていくと、今回食べてなかったですけど、ソフトクリームなんかがね、売ってたりするんですよね、大内山のソフトクリーム。大内山ね、食べたんですよ、実は。食べてるんですね。例えば大内山のソフトクリームは山間地に入っていくと、酪農地帯になるので、ソフトクリームがあるとか。でそれを超えると海沿いに出るので魚がずっと美味しい、そう魚良かったですね。でも本宮道に入っていくと清流層はね、どちらかっていうと生地とか鶏肉の料理が結構あったんじゃないかなと思うんですよ。だからその環境が次々とコロコロ変わっていくので、食べるものもどんどん変わっていったりするんですよね。で南の方に行くと紀州地域の名物のめはり寿司だったりとかね、そんなのが出てきたりするんで、そういう歩いてる中で風景も変わっていくし、それからその見どころも次々と変わっていくし、食べ物も変わっていく。でそれでいつの間にか全然別世界、伊勢なんかとは別世界の熊野にたどり着くっていうのなんかが、多分一番実感できるのが伊勢路の旅なんだろうというふうには思いますね。温泉とかもありますね。土地温泉多いですよね。温泉、阿蘇温泉もありますし、もちろんふるさと温泉もありますしね、温泉もしっかりありますし、清流層もね、温泉ですからね。そんな感じで伊勢路の魅力を存分に語り合えたかなと思いますけど、なんか最後言い残したこととかありますか？伊勢路の歩き旅っていうのは、意外と時間さえあればね、意外と本当に実現できてしまうので、歩けない距離では全然ないですし、本当に多くの皆さんが歩いてご覧になると、その魅力は十分分かってもらえるんだろうなっていうのは僕はよく思いますね。ぜひ歩いていただきたいなと思います。そうですね。
そう、歩くときはこちらのガイドブックをちょっと参考にしていただきながら、歩くとよりね、そうですね旅が楽しめるかなと思います。このガイドブックも、一応それで使っていただけたら本当に嬉しいですね。はい、ということで、今回は、山登りの動画ではなくて、伊勢路の魅力を語り合うというちょっと特別な回になりましたけど、ちょっと伊藤さん本当にご協力いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと無理やりね、押しかけてしまって、こう、ちょっと無理やり動画を撮ったみたいな感じになってるんですけど、はい、非常にいい対談になったかなと思ってます。いいですか？はい、ありがとうございました。はい、ということで、今回の、対談はこれで終了です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。